人と技術で建設業の未来を築く RF テクニカ。生きたデータでビジネスに生きたソリューション、東芝テック。一人の商人、無数の使命、伊藤忠グループ。東レ株式会社滋賀事業場、大同特殊鋼株式会社、株式会社西日本シティ銀行、パナソニック株式会社エレクトリックワークス社、住友電機工業株式会社、 JP ロジスティクス株式会社、富士フイルビジネスイノベーション株式会社、三菱商事株式会社、株式会社ランテック、日本通運株式会社、 NX 商事株式会社、ご覧の企業様よりご支援ご協力をいただいております。誠にありがとうございます。サムライリーグ2026グループ A 第2試合となります。この試合は赤株式会社 RF テクニカ、白日本通運株式会社の一戦となります。この試合の実況を務めます田中さゆりと申します。どうぞよろしくお願いいたします。そして解説をしていただくのはこちらのお二人です。それぞれ自己紹介をお願いします。はい、熊本県警察の西村と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。 NX 商事株式会社手塚と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。改めましてお二人ともお願いします。お願いします。日本通運の石井です。三山です。日本通運は世界56カ国900拠点で物流サービスを展開する総合物流企業です。心も体もでかく力強くなった我々日本通運をご覧ください。頑張るぞ。西村さんは試合をする上で最も大切にしていることって何でしょうか？試合に向けての、試合やってる時よりも、試合に向けての準備がすごく大切だと私は思っているので、試合に向けてしっかり準備してきたことを出し切るっていうところだけにフォーカスを私は当てて、試合に臨むので、準備が一番大事じゃないかなと思っています。なるほど、はい、ありがとうございます。手塚さんはいかがでしょうか？はい、僕は気持ちですかね。相手にどんな相手だろうと負けないとか、そういう気持ちがまず一番にないと、やっぱどれだけ試合やってても勝てるあれが見えないと思うので、そこを大切にしてます。それではグループ A 第2試合先鋒戦が始まります。NX Nippon Express。 世界を作る次世代物流。それはグローバルに連携し、私たちの生活を支えるあらゆる産業を未来へ躍動させる。この美しい地球とともに。物を運んでいるんじゃない、世界を動かしているんだ。チーム NX グローバル。コンパクト投資？それはコンパクトマンションに特化した新しい形の不動産投資。実り豊かな未来をだるまのコンパクト投資でご提案。最高の時間を最適な空間と。だるま株式会社。先鋒戦が始まりました。赤谷選手、白外崎選手です。谷選手、上段の選手なんですけど、
構え見た感じ重心が後ろにあるんで、あんまりこう遠くに飛ぶタイプじゃないのかなとは思いますね。そこに対して、外崎選手がそれを気づいてどういう風な技の選択をするのか、試合運びをするのかっていうのが見る一個のポイントかなと思いますけどね。なるほど、ありがとうございます。手塚さんはいかがでしょうか。そうですね、ジョーダン選手に関しては今言ったようにそういう前に飛ぶ選手ではなさそうな感じではあるので、外崎選手がどれだけ自分の剣道を貫いて試合できるかがポイントかなと思います。はい、なんか手塚選手の解説可愛いですね。可愛いですね。初々しい感じがいいですね。なんか手塚選手は上段は得意ですか。そうですね、僕は得意な方ですね。はい。今のいいとこですね。西村さんいいとこでしたよね。私はどっちかというと今上段の面の方がそうかなとちょっと思ってますけど右小手だったわけですね。左小手だったら外崎選手の小手がいいかなと思って右小手だったので片手面の方が惜しかったかなと。決めたら一本になりそうな感じだったですよね。もう間もなく残り1分になりますね。もうちょいこう決めに行くのを外崎選手ができたらもっと簡単に勝てそうな感じはありますね。それに対して谷選手、やっぱ最初に言ったようにちょっと重心が後ろなんで、なかなか前に出れないというか、かといって出頭に張ってるタイプでもないので、なかなかこれは取りにくい感じかなと思いますけどね。あと惜しい、もう一丁。打った後の仕掛けた後、大事ですよね。仕掛けた後やっぱ相手がその仕掛けで反応して下がってるんで、そこをつけ込んでもう一本出しておくことがすごく大事ですよね。残り30秒切りました。今の小手も惜しいですね。そうですね、ちょっと雑になってますね。雑になってる。一本取り急いでるような。なるほど。今の小手、外崎選手の小手が入りました。右小手ですかね。それではでも谷選手の面行くこの前に右小手があると思うんですけど、これ多分当たってないんじゃないですかね。当たってなくて谷選手の面の横、こめかみのところに当たった音が小手に当たったっていう風に見て多分上がったんですけど、多分これビデオ確認したら多分取り消せる一本だと思います。ほら右手この後右手離すんですよ。右手離したところに対しての小手なんで、ほら面誰なんで、まあ外崎選手からするとラッキー、谷選手からするとおそらく私だったらここで監督に今の当たってませんってアピールしてビデオ確認を要求するかもしれないですね。はい、ここでブザーが鳴りました。前鋒戦谷選手対外崎選手は白の外崎選手の一本勝ちです。次鋒戦赤木村選手、白植木選手。木村選手は群馬県出身、植木選手は茨城県出身となっています。今の面は手塚さん惜しかったですね。植木選手はちょっと欲しかったですね。でも横に体が流れてるってところで一本にしづらいなってところは全然ありますね。
さあ今のところ先鋒戦の日本通さんが白外崎選手が1本取っております。先鋒ですよね。先鋒が取ったところですね。先鋒が取ってます。先鋒が取ってるところですよね。はい、なので今 1-0 で1-0で時報戦ってことですね。そうです。はい。今植木選手の面が入りました赤っぽいけどなが、ここでビデオ確認が入ります。ビデオ確認が入りました。植木選手の面が打突部位を捉えていないのではないかという確認が入りました。まあ見た感じ木村選手の方が当たってる感じがしましたけどね、赤の。それではビデオ確認です。西村さんお願いします。はい、植木選手がこう入って攻めていって面に対して木村選手が合わせるという出頭面の打ち方なんですけど、どうでした今植木選手木村選手当たってましたね。植木選手目当たってました。植木選手の面の方が一当た本、ってましたね。はい。木村選手空中で止まってるみたいな。おー、じゃあ面ありですね。はい植木選手の面あり。タイム的には木村選手の目になってもおかしくないなとは思います。こうやって、審判されてる選手がこれを見たらしてやったらいいでしょうね。ね、はい、植木選手の面が入りました。残り1分30秒。ってことは白の、植木選手かなり有利なんで、この1本を逃げ切ればチームとしては2勝になるところで、もうこの後の戦いぶりは難しいですよね。1分まだちょいあるんで、全然取り返せるし。でも植木選手としてはちょっともう守りたい感じもありますかね。もう今見たら守ってるんで、これを見て、審判が早めに合議をかけて反則を取るか、この逃げてる時間空気でですね、そういうところもやっていかないと、やっぱ木村選手も取り返すのは難しくなりますよね。30秒です。面じゃないよな、多分植木選手が小手ばっか打ってるんで、守りながらここで木村選手が面いったらやっぱ出後手打たれる可能性も出てくるから、面はちょっと厳しいと思いませんか。そうですね。面を待ってるような感じが攻めから伝わりますね。気抜かないでくださいね。はい。ここでブザーが鳴りました。次鋒戦木村選手対植木選手は白植木選手の一本勝ちとなりました。5勝戦赤宮原選手、白諸橋選手。赤の RF テクニカさんからしたらやっぱここあわよくば取れたらいいけど、完全にもう向こうに流れがいってるんで戦時取ってて、せめて引き分けで流れを切って次につなげれたらいいかなってところですね。そうですよね。しかもこの大事なところで監督の息子さんが出るというところで、宮原選手が出るというところで、こうなるとこの監督席にいるお父さんがどんな顔で見てるんだろうっていうところを見てしまうんですよね。しっかりちょっとハラハラだけど、それを隠すかのような座り方みたいな。しっかり映ってますけれども。目いかれたね。いやでも狙いは良かったんですけどね、今の。線を取られてましたね、最後。お願いします。お願いします。そうですね、諸橋選手がもう線を取り切って面を打ったところに宮原選手が小手を合わせたって形になってたので、やっぱ攻め切られてたところがやっぱ一本取られた範囲かなとは思ってますね。はい。この後が大事になってきますね。
宮原選手もいいとこでこれ小手いってるんですよね。じゃもう本当0コンマ何秒の入りの打つ前の入りが若干宮原選手が早かったら小手が当たってたかなと思いますけどね。さあ諸橋選手の面が決まりました。もうここはどうしても宮原選手は1本取りたいところですよね。まあそうですね。でも取り返しに行って2本負けするよりはどうですか。そうですね、一本負けの方がチーム的にも逆転を考えた時はと思いますけど、まだ後ろもねいるっていうところで、決めきれてないですね。まあ相手が打ち切ってくることがやっぱ少なくなりますよね。1本持ってるから。こう攻めてるからここで技出し切りたいよね。さあ残り1分です。でも一旦こうやって試合が止まると流れって変わる時ありますよね、西村さん。ありますね、ここでどうやって回数に戻るときに頭を整理して戻るかっていうのが大切になってくるので、まあでも言うてまだ40秒近くあるので、焦らないでワンチャンスにかけたら多分取り返せたりするので、そこをまあ冷静にでいられるかが大切になりますよね。もう諸橋選手は守りに、残り2秒。今のはどっちで取るのか、相手が下がってないので取ってるか、時間空費か。そうです、諸橋選手どっちだと思いますか。私的には諸橋選手が時間空費で反則取られるんではないかなとは、思いますけどね、この展開に考えると。あと2秒、あと2秒で。ここでブザーが鳴りました。5勝戦も白の諸橋選手が勝利となりました。中堅戦、赤相馬選手、白宮山選手。さあ中堅戦が始まりましたけれども、西村さん、このお二人はなんと九州学院高等学校出身ということで後輩じゃないですか。そうだったんですか。はい、後輩ですよ。知りませんでした。このまあ両方とも強い選手なので、チームの流れとしてRF テクニカの相馬選手、頑張りどころですね、ここ。そうですね。でもこれやっぱ同門対決って嫌ですよね。嫌ですね。年も結構離れてるんで、宮山選手は嫌ですよね。嫌ですね。後輩からしたらもう胸を借りる気持ちでもういけるなと思うので。赤の相馬選手は2001年7月27日生まれ、一方白の宮山選手は1996年7月20日生まれ、先輩後輩ですね。ですね。なんか嫌ですね。自分の母校の後輩同士が試合しているのを解説するのは。あまり相馬選手もですけど、あまりこう派手に勝負に行くタイプではないので、なかなかこう決め手にかける試合になる可能性もあるかなと思いますね。お互いにやっぱ、打たれないようには勝つ
旋風なので。そうですよね。手塚さん、はい、今のところ日本通算が3勝でとても試合リードしてますが、はい、やはりここは相馬選手はそうですね、1本が欲しい場面ではあると思うんですけど、やっぱ知らない中ではないというところで、いろいろ警戒しながらの試合だと思いますね。というかもう3勝で今中堅ですよね。そうです、中堅です。ってことはこれ引き分けたとしても次引き分けられたら終わりになっちゃうのか。そうですね。はい。だからここは相馬選手としてはやっぱ取っておきたいですよね。名のある選手でもあるので相馬選手は。ただあと30秒。あと30秒。とりあえず1本か引き分けか。お、惜しい。もっと力強かったら、もっと見せ方が上手だったら1本だったですね。惜しい。だね。ここでブザーが鳴りました。相馬選手対宮野選手は引き分けです。3勝戦、赤山本選手、白三輪選手。さあ西村さん、ここはもう山本選手がなんとか1本取りたいところですよね。そうですね、取らないともう負けですよね。ですよね。取りたい、けど今立ち上がり見たら宮選手結構芯内動かしてこう柔らかいタイプなので、こういうタイプで結構返し技とか出後手とかうまいタイプなんで、やっぱほらやっぱ返しろじゃないですか。やっぱこういうタイプにやっぱ取りに行くのはやっぱ難しいですよね。そんな宮選手の得意技は開始2秒からの面となってます。そして山本選手も今宮選手の面が決まりました。はいはい見てましたか。お願いします。はい、宮選手開始度を待ってるっていうふうにさっき思わせといて、ここからストーンですね。お綺麗に当たってます。そんなに飛んでるわけじゃないっていうことは、やっぱそれしっかり中まで入っていって、あそこで相手がもし打ってきたら開始度を打って、相手が打ってこなかったからそのままストーンってとりあえず面出したみたいな感じなのかな。そんな感じしますね。山本選手もこの後天を仰ぐので、やっぱやられたって感じだったんでしょうね。あーってやってますね。宮選手の面が決まりました。これ意地でも山本選手は取りに行かないとですね、終わっちゃうので。山本選手としては手塚さん、ちょっと状況がきついって感じですよね。きついですね。かなりきついですよね。はい、今の試合見てても展開が宮尾選手からの展開が多いので、すごく有意義に試合を進められないのが辛いのかなと思います。得意技面ですけど、面も出しづらそうな雰囲気ですもんね。これ三輪選手、この分かれ方って反則なんですよね。今ルール的につばぜり合い解消の時はお互いに分かれましょうって、お互いに引きましょうって決まってるんですよ。なので今白の三輪選手は、山本選手が下がる時に三輪選手下がってなかったんで、っていうのが一つと、やっぱチーム的に守ってる可能性が高いというところも宮選手の方審判見るので、この時間帯で早めに反則取れたのはでかいかもしれないですね。なるほど。山本選手が面が決まりました。手塚選手お願いします。はい、三輪選手がこのつばぜり合い入るときにふっと気抜いたところを狙って、山本選手が引き面を取ってるって状況なので、すごくタイミング的にはいいところだと思います。はい、さっきの合議での反則が効いてるかもしれないですね。
反則をもらって精神的に安定していない状態で得意の開始度いったら失敗しての後の後打ちって感じかなと思いますけどね。残り約1本、もう1本欲しいところですよね。山本選手は欲しいけど前技で決めれないよな、これだけしない動かせられたら。なるほど。さっきみたいな後打ちの引き面とかでもう1本打てればいいですけど、宮選手ももう打たせないからですね。逆に宮選手はもうここは守りたいっていう感じですよね、手塚さん。そうですね、もう前で潰して時間を経つのを待ってるような状況ですね。残り30秒切りました。反則が1個あるからですね。そこを考えたら山本選手がこのライン際を背にする状況は少しでもなくしたいのが本当なんですけどね。ここ大事。固定嫌だね。ですね。打ってたらデコでいかれる感じがこの3勝戦、ここで引き分けとなりました。引き分けとなりましたので試合が終了となります。ここで改めてスコアを見ていきましょう。はい、スコアが出ましたけれども、西村さん、振り返ってみていかがでしょう。まあ先方時報5勝と取っていて、RF テクニカさんがどこかで流れを止めきらなかったっていうのが一つかなというのと、その流れを止める中で、中堅の相馬選手が引き分けて流れを止めたように見えるんですけど、時すでに遅しじゃないですけど、もうちょっと早い段階で宮原選手か木村選手あたりが引き分けるなりして相手に言ってた流れを止めるっていうのができてたら、もっと展開は変わってたかなとは思います。ありがとうございます。はい、手塚選手いかがでしょうか。はい、僕もそうですね、西村選手と同じ意見で、結構もう日本ツーンさんが終始ずっと攻めてる状況だったので、やっぱ時報5勝中堅ぐらいのあたりから、どこでチームを、乗りに乗らせるかってところをやっぱ、修正していかなければならないなっていう試合でしたね、今回はその感じです。ありがとうございます。はい、やっぱり西村選手的には、やっぱ個人的に、やっぱ休学後輩の試合するときって、やっぱ見るとき厳しめになります？いいえ、ならない？なりません。もう優しく見守る感じで、私もだいぶ年を取りましたので、もう優しく、昔みたいにギラギラ見ません。はい、わかりましたありがとうございます。以上でこの試合は終わります。解説のお二人は本当にありがとうございました。ありがとうございました。より多くの方にご覧いただけるようにチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。